は大葉漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大葉漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ご飯のお供にぴったりなやみつきになる大葉漬けを作りたいと思います。味付けはですね、今回ピリ辛味と、あとは辛いのが苦手な方用にさっぱり味、この2種類作っていきたいと思います。こちらはですね、もうつけるだけなのですごく簡単です。要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずピリ辛味の方からご紹介します。材料はこちらです。大葉、長ネギ、唐辛子、お醤油、みりん、お砂糖、豆板醤、お酢、お水、おろし生姜、おろしにんにく、白ごま、ごま油。ピリ辛味はこちらの材料で作っていきます。少しね、調味料が多いんですけれども、どれも手軽に揃えられる材料になってます。辛みのポイントとしては、豆板醤と、あとは唐辛子を加えていきます。豆板醤はね、マストで入れていただきたいんですけれども、唐辛子の方はね、お好みで OK です。それでは続いて、さっぱり味の大葉漬けの材料をご紹介します。材料はこちらです。大葉、お醤油、お砂糖、みりん、お酢、ごま油、おろし生姜、おろしにんにく、白ごま、お水。さっぱり味はこちらの材料で作っていきます。こちらのさっぱり味に関しましては、大葉10枚分で作っていきたいと思います。もしね、倍量で作りたい方は全て倍量で作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、つけだれから作っていきます。耐熱の器にみりんとお砂糖、そしてお酢、あとはお水を加えます。まずこの材料だけを混ぜます。はい。で、軽く混ぜたら、こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。そしてみりんのアルコールを飛ばすのと、あとはお酢のツンとした酸味を取り除きます。では加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらね、もう一度よく混ぜてください。はい、ここでお砂糖がしっかり溶ければ OK です。そうしましたらここにお醤油と、あとは豆板醤、そしておろし生姜、あとはおろしにんにく、こちらを加えて混ぜましょう。はい、OK です。こちらの漬けだれは一度ね、しっかりと冷ましてください。この漬けだれが熱いまま大葉を入れてしまうと、大葉の色味がね、少し悪くなってしまいます。なのでこちらをですね、一度粗熱を取って、その後冷蔵庫で30分ほど冷やしてください。それでは続いて大葉です。大葉はですね、まずね、茎の部分を揃えて茎を切り落とします。で、今回ね、たっぷり20枚分使うんですけれども、もし多い時はね、半量で作っていただいても OK です。で、その場合はね、調味料は全部半量で OK です。で、このように切ってください。こちらの大葉を水洗いします。はい、水洗いが完了しました。そしたらこちらの大葉の水分をしっかりと拭き取ります。ここでね、しっかり水分を取っておかないと日持ちしないので、必ずね、大葉は1枚ずつこうやって広げてしっかりと水分を取るようにしてください。上からね、押さえてしっかりね、水分を拭き取ってください。拭き取ったものはこうやってね、バットの上に置いておきましょう。はい、こんな感じです。それでは残りも同じようにしっかりと水分を拭き取ります。こちらの大葉の工程はさっぱり漬けも同じなので、同じように行ってください。はい、大葉の準備は OK です。このように水で洗ってしっかりと水分を拭き取ってください。それでは続いて長ネギをみじん切りにしていきます。こちらはやりやすい方法でみじん切りしていただいて OK です。このようにね、縦にこうやって切れ込みを入れて、あとはね、まとめて切っていただくと簡単にみじん切りができます。はい、OK です。今日はね、だいたい8分の1ぐらいのネギを使います。続いて唐辛子です。唐辛子は半分に切って種を取り出します。そしてキッチンバサミで輪切りに切ります。でもうね、輪切りタイプになってるものもあるので、そちらを使っていただいても OK です。はい、唐辛子はこのように種を除いて輪切りにしてください。はい、それでは漬けだれが冷えたので、最後漬けだれを仕上げていきます。ここにみじん切りにした長ネギ、そして唐辛子、白ごま、そしてごま油を加えます。で、これをよく混ぜましょう。漬
けだれの準備はこれで OK です。それでは大葉を漬け込んでいきます。まず保存容器の中に少し漬けだれを入れます。このぐらいかな。そしてこちらしっかりと水分を取った大葉を置きます。このようにしっかりね、大葉にタレをなじませてください。そしたらまたこの上からタレをのせます。そしてまた大葉を重ねます。こんな感じです。で、このようにしてどんどんね、大葉を漬け込んでいきます。はい、このように全部ね、重ねて漬け終わりました。そうしましたら上にピタッとね、ラップを貼り付けてください。はい、こんな感じです。それではこちらを冷蔵庫で1時間漬け込みます。それでは続いてさっぱり味を作っていきます。こちらも同様に先に調味料を合わせておきましょう。まず耐熱のボウルにお水、お酢、みりん、そしてお砂糖を加えます。で、こちらを軽く一度混ぜましょう。はい、OK です。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そしたら一度よく混ぜます。これでお砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。そしたらこちらも同じようにお醤油、おろし生姜、あとはおろしにんにくを加えます。お醤油はですね、一緒に加熱してしまうと風味が変わってしまうので、お醤油は加熱せずに使っていきます。で、これで混ぜましょう。はい、OK です。ではこちらもですね、粗熱を取って冷蔵庫でその後30分ほどしっかりと冷やしてください。はい、それではこちらの漬けだれもしっかりと冷えたので最後仕上げていきます。ここにごま油、白ごまを加えます。そして混ぜましょう。さっぱり味の漬けだれはこれで OK です。それでは大葉を漬けていきます。こちらの大葉もですね、茎の部分を切り落として水で洗ってしっかりと水分を拭き取っておいてください。それではこちらの容器にまず一すくい入れます。そして大葉を置きましょう。そしてなじませます。そしてまた上に漬けだれをかけます。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じように重ねていきます。はい、OK です。このようにしっかりと全体になじませてください。それではね、こちらも同様に上にピタッとね、ラップを貼り付けます。はい、OK です。ではこちらも同じように冷蔵庫で1時間漬け込みます。はい、1時間漬け込みました。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それではラップを外します。じゃじゃじゃーん。はい、このように美味しそうに浸かりました。召し上がる時はこれを1枚剥がしてご飯の上とかね、何か他にもお刺身とかと一緒に召し上がっていただいても美味しいと思います。ピリ辛味はこれで完成です。はい、続いてさっぱり味も漬け込み終わりました。それではラップを外します。じゃじゃじゃん。はい、さっぱり味もね、このように美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これで大葉漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。こちらがピリ辛味、そしてこちらがさっぱり味です。はい、あとはこのようにね、卵黄だけ上に乗せて召し上がっていただくのもおすすめです。ぜひこちらも試してみてください。それでは早速いただきたいと思います。ではね、まずピリ辛の方からいただきたいと思います。じゃあご飯の上に乗せてご飯をくるんでいただきます。最高に美味しいです。このピリ辛具合と大葉の香りがすごくいいですね。では続いてさっぱり味もいただきます。さっぱり味もコクが効いててすごく美味しいです。ではちょっと贅沢に卵黄とあとはね大葉漬けと一緒に食べたいと思います。ではいただきます。すごく美味しすぎます。ぜひこれはやっていただきたいです。はい、ということ
ことで今日も美味しく仕上がりました。今回の大葉漬けのポイントです。まず大葉なんですけれども、茎の部分を切り落として、その後水洗いしてしっかりと水分を拭き取るようにしてください。必ず1枚ずつね、綺麗に拭き取るようにしてください。そして漬けだれなんですけれども、今回ピリ辛味とあとはさっぱり味、この2種類作りました。辛いのが苦手じゃない方はぜひ両方試してみてください。この漬けだれなんですけれども、漬けだれが温かいうちに大葉を入れてしまうと大葉が変色しやすくなってしまいますので、漬けだれをしっかり冷ましてから漬け込むようにしてください。で、漬け込む時もですね、大葉漬けだれ、大葉漬けだれとね、1枚ずつ漬けだれをね挟んでください。そうすることで1時間でしっかりと味が染み込みます。ピリ辛味に関しましては辛さはお好みで調整してみてください。こちらの大葉漬けなんですが、だいたい3日から5日ぐらいはね美味しく召し上がっていただけると思います。作り方によってねちょっと水分が入ってしまったりすると、その分早く傷んでしまいますので、本当にしっかりね水分は取るようにしてください。あとはですね、時期によってもね日持ちの時間変わってくるかなと思いますので、日持ちに関してはご自身で判断していただけたらと思います。で、この大葉漬けはですね、今回みたいにご飯にのせたりとか、そのまま召し上がっていただいてもね、お酒のおつまみなんかにもいいんじゃないかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大葉漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。